仕事をしていると私たちは誰しも一度は会社を辞めたいな、仕事を辞めたいなと思うことは多々あると思います。皆さんこんにちは。ビジョン心理学トレーナーの大和美奈です。ビジネスに効くビジョン心理学。今日は離職者を防ぐためにという課題についてお話ししたいと思います。仕事をしていると私たちは誰しも一度は会社を辞めたいな、仕事を辞めたいなと思うことは多々あると思います。離職してキャリアを積んでいくということが悪いわけではないんですけれども、経営者また管理職の方から見ると、離職者が出るとチームの士気が下がり、またそれを一から構築していくという段階において非常に業績が下がってしまったりすることがあるわけですね。では私たちがなぜこの離職ということを考え出すのかということについて、心理的にビジョン心理学の観点からお話ししていきたいと思います。離職ということは席を離れる、職務を離れると書くわけですけれども、つまりそれは私たちの心の中で分離を選ぶわけですね。なぜ私たちが分離を選ぶのか。それはその会社自身にビジョンがないとき、そういう時に私たちは分離してしまいたいな、辞めてしまいたいなという気持ちがムクムクと湧いてくるんです。会社の存在している目的、存在理由と、それからこのビジョンという方向性が一致をしている時に、私たちはやる気があってチームが一つとなり、そこに向かって働き、そして前進していくというパワーをビジョンから受け取って進んでいくことができるんですね。しかし会社の中でビジョンがなくなった時に、働いている人たちは役割にはまっていくんです。この役割というのは、もともとオリジナルの家族の中でそれぞれが家族を助けるためにこの役割を演じてくるわけですね。そして通常は小さい頃から何らかの形で家族と私たちは関わって生きてきているわけですから、オリジナルの家族のパターンというものを会社に持ち込んでくるんです。例えば結婚している方はお分かりになることがあると思いますけれども、ご自身の成果とそれから結婚のパートナーの成果のやり方の違い、例えばお夕飯の食べる時間とか、それから家に帰ってくる時間とか、休日の過ごし方とか全く違う。ここは同じだけれどこんな風に違うんだなと体験したことはないでしょうか。それと同様、ビジネスの8割以上というのは人間関係ですから、それぞれの実家での役割というものがどんどん出てくるわけです。すると自分が役割をするということはハートが伴わないので、どんどんその役割が強化してしまうわけです。なぜハートがなくなっていくのか。それはビジョンと関係があるんです。ビジョンというのは達成したい、望ましい結果、成果、欲しい外側の状況というものに、私たちがそれを達成した時に内的にどのような体験がしたいのか、この会社で、この部署でみんなでどんな風に成功の成果を味わい、そして家に持ち帰った時に家族や家庭とどんな風に関わりたいのかという、そのハートが伴うところをビジョンと呼びます。しかしこのハートがないと私たちは役割にはまっていきますから、家でお父さんやお母さんに認められるように一生懸命役割を果たしてきたのにもかかわらず、兄弟間争いで何かいつも自分の方ばかり負けてしまうような体験をする人、あるいはいつも自分ばかり勝ってしまって何か申し訳ないような感じを感じてしまう人、あるいは何か満たされないような感じをいつも漏れなく感じる人、そういう時に私たちは役割を演じ始めます。すると小さい頃から分離して批判して、満たされなかったニーズや前に進んだ時に何か失敗してしまった、あるいは恥をかいてしまった、そのような気持ちが癒されていないために上がってきてしまうわけですね。そしてその体験を追体験して、そこからまた新たな人生を始めていくために、会社の中の人間関係として A さんと B さんが同じ業務をしているにもかかわらず、戦ってどちらかが辞めてしまう、あるいはなんか何も言わずに黙々とよくやってくれている社員さんだなと思っていたんだけれども、実はその背後に介護であったり、子供の受験であったり、夫婦関係が悪かったりなどして、もうこれ以上自分はやっていけない、もうこんな風に家庭でも会社でも犠牲にはなれないという風になった時に諦めてしまって会社を辞めてしまうという人も出てくるんです。ではその離職というものを防ぐために、経営者や管理職、エグゼクティブの方々に何ができるのでしょうか。まずはその時にその人とつながるということなんです。つながるというのはハートとハートでつながるということです。ビジネスに効くビジョン心理学では、ビジネスにハートを取り戻し、スピリットを取り戻し、そして私たちのビジネスのビジョンを生きていくということを提唱しています。ワンチームワンゴールワンビジョンで
全員が勝つという状態が作り出せないときに、私たちはその社内での権力闘争や競争ということに勝っても負けても遺恨が残ってしまうわけですね。勝った場合は、いつまで勝ち続けられるんだろうと言って、いつも疑心暗鬼になっていなければいけないし、疲労困憊するまで働き続けなければいけない。また休日に休んでいても頭の中は、今のうちにあいつが自分より先んじて何か手を打っているんじゃないかなと頭の中の競争は止まらないわけです。また負けた方の人は引きこもり、そしていつか見ていろとどこかで待ち伏せをして失敗をしたり、あるいはここでつながってリーダーシップを取ってほしいのにという時に、何も存ぜぬ知らぬという顔をして、会社やその負けた人たちに対して、また評価をしてくれない上司に対して復讐をしていくんです。こういうことが会社の中で起きている時に、リーダー側は何を見なければいけないか。つまり次のステップを全員が怖がっているんだ。前に進むことを全員怖がっていて、このいろいろなことというのはビジョンに向かう次のレベルの問題が起きてきているんだということに気づくということが大切なんです。そしてこの気づきを持ちながら、リーダーの方はそれぞれのこの役割をやっている人たちがどんな役割をやっているのかなということに注目しながら、その人の本当のその人の才能というもの、またその人がいてくれることで会社がどのように助かっているのか、その人がしてくれたことでどんな風に窮地を脱することができたのか、その人がしてくれたことで本当にみんなが勝つというところに行けたんだということを承認してみてほしいんです。上司から承認されるとき、私たちはとても嬉しいんですね。それはそもそもその役割というものにはまってしまった子供時代、両親を助けたくて私たちが自分を投げ出し犠牲になってしまったという間違いを訂正することができるからなんです。Doing ではなく Being で、私はここにいることによって価値があるのだということが本人が分かっていったときに、燃え尽きやストレスが軽減されます。しかしそのためにはリーダー側がつながり、そしてそのことを承認していく必要があるんです。承認するということは相手を理解するということでもあるんです。理解されて私たちが受容され、そして承認されたときに、私たちはまたモチベーションが上がってくるんですね。役割からではハートがなく、しかし私たちが自分自身の価値を分かったときに、その不安や恐れ、そして燃え尽きから出ることができます。やめてしまうのをちょっと手前で待ってみるようにしませんか？そして今一度私たちが進んでいきたい、明るくて本当にみんなにとって勝てるような、そういうビジョンをもう一度作りましょうよ。ワンチーム、ワンゴール、ワンビジョン。そしてこの欠けているところや、何か足りないなと思うことが見えてきたとしたら、それは私たちの方から差し出すことができる、そういう性質のものなのかもしれません。もう一度 100% 自分の人生を今いる場所に与えていって、そしてビジョンの方に共に進んでいく。その橋を架けた時に離職者が減るということの第一歩になるのではないでしょうか。今日は離職者とビジョンについてお話をしました。ビジネスに聞くビジョン心理学。それではまた。